ちは。こんにちは。ケンジとあかりとゆうちゃん。キーちゃんです。はい。ゆうちゃんとキーちゃんは昨年の12月に生まれた二卵性の双子です。はい。今回は第2子であるキーちゃんのお話をさせていただければと思います。はい。キーちゃんには先天性の障害がいくつかあるんですけど、そのうちの内反則の治療について今回は話したいと思います。以前の動画でもお伝えしてたんですが、キーちゃんの左足は先天性内反則という状態で生まれました。内反則っていうのは生まれつき足首が内側に向いた状態で生まれてくる疾患のことです。これに関しては治療すれば治るものなので、今現在キーちゃんは治療を続けています。先日手術を行ったので、今回はその手術の話と、今までの治療の話と今後についてお話しさせていただければと思います。まず内反則について簡単に紹介しようと思います。この内反則っていうのは、だいたい生まれてくる赤ちゃんの1000人に1人ぐらいに起こるものです。割合としては結構多い症状なのかなと思います。実際私たちも病院に行っている時に他にも内反則の治療をしている子に出会いました。割合としてはどっちかというと男の子に多いみたいです。内反則のうち全体の半分ぐらいは両足とも内側に向いた状態になっていることがあって、片足だけの場合は2対1の割合で右足が多いそうです。これの理由とかは特に書いてなかったんですけど、ネットで調べるとそういう情報が出てきました。キーちゃんの場合は右足が欠損しているので、左足だけ内反則という状態になってます。はい。この内反則になんでなるかっていうのは、今のところ原因は明らかにされていないので、予防法とかもないような疾患になります。で明らかな原因っていうのは分かってないんですけど、可能性として考えられるのは、子宮内で赤ちゃんの体勢が悪くて、ちょっと足が内に向いて固定されてしまったりとか、足が作られる時にそもそも異常があって内反則になるというようなこともあるみたいです。キーちゃんの場合は高薬リン症候群っていう疾患を持って生まれてきてるので、それが原因かもしれないし、もしかしたら双子だったので足の位置が狭い場所にあって内反則状態になってしまったかもしれないです。はっきりした原因っていうのはわからないんですけど、可能性としてはそういうのが考えられるということです。この内反則の治療に関してなんですが、生まれてからすぐ始めるケースが多いみたいです。で、キーちゃんの場合も生まれてすぐに開始しました。治療法とかも割と確立されてて、もう内反則って分かった時点で始める方が多いみたいです。キーちゃんの場合はもうお腹の中にいる時から内反則だと分かっていたので、生まれる前から整形外科の先生とお話をして、生まれたら治療を進めていくということを話していました。はい。この治療をしないままだと、やっぱり歩き方に癖が出てしまったりして、つま先立ちで歩くような形になってしまって出血を起こしてしまったりとか、もっと変形を促してしまったりするので、ほとんどの方が治療されるということです。実際にキーちゃんが今までどういう治療をしてきたかっていうのについてお話したいと思います。キーちゃんの場合は1ヶ月検診の日からギプスでの治療をまず開始しました。生後2週間から始める子とかもいるみたいなんですけど、ちょうどキーちゃんの場合は年末年始にかかってたので、年明けから始めましょうということで、1ヶ月検診のタイミングから治療を開始しました。でこのギプスっていうのは石膏でできたものになります。どれぐらいギプス治療するかっていうのは、その内反則の程度にもよるんですが、もともとキーちゃんの内反則は割と軽度のものと先生も言ってたので、だいたい6週間ぐらいギプス治療すればいけるんじゃないかという話でした。これはもう本当人によって違って3ヶ月4ヶ月ぐらいギプス治療をする人もいれば、本当に数回で済む子もいるみたいです。で1ヶ月検診の日から週に1回このギプスを巻き直して6回治療してきました。なので約1ヶ月半かな、キーちゃんはギプスでの治療をしました。はい。で週に1回病院でギプスを巻いてもらうんですけど、その日の朝だけお風呂に入ることができたので、家でギプスを取ってお風呂に入ってから毎週病院に行ってました。1ヶ月検診終わったら大人と一緒にお風呂入れるよっていう話だったんですけど、キーちゃんの場合はそこからギプスを巻いたので、お風呂は残念ながらそこからは入れなかったので、基本的には体を拭いて、週1回そのギプスを外す時だけお風呂に入れるという状況でした。石膏でできているので、ちょっと濡れてしまうと外れてしまったりして治療に影響が出るので、お風呂には入れなかったという感じです。
でギプス外すのはもう家でやるんですけど、そのお風呂場で濡らしながら頑張って外すという感じです。最初ちょっと慣れてない時は難しかったんですけど、慣れてきたら濡らしながら、こう、お湯とかにつけながらやれば、15分ぐらいとかで外せるようになりました。でも結構それも大変な作業で、割と力もいるし、なんか毎週のことだったので、生まれる前にギプスで治療するっていうのは聞いてたんですけど、こう自分たちでギプスを外すとは思ってなかったので、なんか新たな発見というか、貴重な経験をさせてもらいました。でギプスの治療の結果、内側に向いてた足首っていうのはかなり外に向くことができました。で最初先生に6回ぐらいって言われてたんですけど、予定通り6回でこのギプス治療は終わりました。2回目のギプスが終わり外したところです。だいぶ外の方に向いてきました。最初に比べたらな、動いてます。4回目のギプス終わり。だいぶまっすぐになりました。あともうちょっとやね。実際もう1周目、1回目巻いて外した時には割ともう外側に向いてて、家で僕たちが外したんですけど、もうその時には割と外向いてて、やっぱり赤ちゃんの足ってまだ柔らかいし、なんかすぐにそうやって外に向くんやっていうのは結構驚きでした。最初にレントゲンも撮ってもらったんですけど、途中でも1回撮ってもらって、こう比較するともう明らかに足首が内向いてたのが改善されたのが分かりました。はい。で、その6週間のギプス治療を終えて、最初に言ったんですけど、手術を行いました。ギプス治療では足首をこう外に向けることはできるんですけど、キーちゃんの場合はそのままだとつま先立ちのような状態になってしまうので、アキレス腱を切る手術をして、ちゃんとこう足の裏が地面につくような形にする手術っていうのを行いました。これも内反則の程度によっては手術が必要ない場合とかもあるみたいです。その手術が先日あったんですけど、2泊3日の泊まりがけの手術でした。はい。手術自体は1日で終わるものなんですが、前日から入院して、で、次の日に手術して、で、もう1泊して退院するという流れでした。ちょっと生後2ヶ月の小さい赤ちゃんっていうのもあって、こう全身状態をしっかり見ながらの手術になるので、2泊3日かかったというような感じです。ネットで調べてたら、手術自体はそんなに難しくないものらしいから、なんか日帰りでやる病院もあるみたいです。で全身麻酔の手術を行ったので、ちょっとこんなちっちゃい赤ちゃんやし、私たちもすごい心配だったんですけど、無事終えることができました。で、実際入院してどういうことをしたかっていうのをちょっとお話ししようと思います。まず前日お昼過ぎぐらいに入院して、まずはこう全身のチェックというか、体重だったりとか身長とか何か問題がないかっていうのをまず計測して入院しました。で、入院した日は特になんか変わったことをしたわけじゃなくて、血圧測ったりとか、聴診器で心臓の音聞いたりとか、風邪ひいてないかなとか、そういう全身状態は見たんですけど、それ以外は普通に過ごしていました。どっちかっていうとこう、手術の説明を、親である私たちに先生たちがこうしてくれるっていう感じで、特にキーちゃんに特別な処置とかはなかったです。で、入院した日は特に食事の制限とかもなくて、ミルクも母乳も好きなだけ飲めたんですけど、次の日、手術当日はちょっと水分の制限っていうのがありました。結構これがかわいそうだったんですけど、手術が朝の10時半ぐらいを予定してたんですけど、その6時間前ぐらいから水分の制限が始まって、母乳は6時間前までしか飲めないということで、だから午前4時半とか以降はちょっと水分が取れないというので、赤ちゃんやからそういうのを我慢とかできないんで、手術前はすごいお腹減った状態になってるからかわいそうな感じでした。お腹空いてたら機嫌も悪くなるし、結構キーちゃんの場合は大声で泣いたりするから、でも飲めないというちょっとかわいそうな感じではありました。病院でも結構ぐずってたりして、おしゃぶりを持って行ってたんですけど、それはほんまに良かったです。持って行ってて良かった。おしゃぶりでなんとか手術まで耐えたという感じでした。で、なんか知らなかったんですけど、こう手術の日、母乳の方が後まで飲んでいい。ミルクやとさらにその2時間前までしか飲んじゃダメだったので、多分消化の関係とかだと思うんですけど、そういう時に母乳育児されてるとちょっと
もうちょっと伸ばせるっていうのはあるのかなと思いました。で、実際の手術室には私たちは入れなかったので、もう見送って出てくるまで待つというような感じでした。はい。手術頑張ってや手術です。頑張れ手術の時間は1時間半を予定していて、ちょうど1時間半で終わりました。さっきも言ったように全身麻酔してアキレス腱を切るという手術でした。で手術室に見送っていく時も、キーちゃんはめっちゃ泣いてたんですけど、多分お腹空いてて怖いとかじゃなくて、お腹空いてて泣いてて、で、病棟で戻ってくるの待ってたんですけど、戻ってきた時も泣いてました。なんか全身麻酔なんで、こう麻酔がちょっと抜けきらんとか、ちょっとぐったりした感じとかあるのかなと思ってたんですけど、全然元気に泣き叫びながら帰ってきたので、まずはちょっと安心しました。で、先生から説明を受けて、でそこからまた2時間ぐらい水分が取れなかったので、またちょっとあやしながら2時間を過ごして、で問題なく飲めるかっていうのを2時間後にチェックしました。はい。ようやく飲める。頑張ったな。美味しいですか？で手術はしたんですけど、もうその手術後っていうのは僕たちも直接見れていなくて、っていうのをもうアキレス腱を切る手術の後にまたギプスを今巻いてます。はい。同じような石膏のギプスをまたつけてます。はい。今までは1週間に1回巻き直しで外してたんですけど、今回はこのギプスは3週間つけっぱなしになります。なので私たちもその部位っていうのは3週間後までちょっと見ることができないんですけど、このギプス巻いてる上から見る感じ、ちゃんとこう90度になってるというか、正しい形になってるのかなというふうに見えます。で、その3週間後にまた病院に行くんですけど、その時は同じようにギプスを取っていって、そこでチェックしてもらって問題がなければ、そこからは装具をつけて生活することになる予定です。はい。この装具っていうのはちょっと説明が難しいんですけど、プラスチックでできたカップの受け皿みたいなのとベルトでこう固定するような装具で取り外しできるものになります。なのでそこからはお風呂の時だけその装具を取って一緒に入ることができるようになります。はい。その後は多分1ヶ月に1回ぐらい受診して、経過を見てどれぐらい装具をつけていくかっていうのを判断するみたいなんですけど、多いパターンだと3ヶ月ぐらいはずっと装具をつけて生活して、だんだんつけてる時間を短くして、例えば夜だけとか、そういう風な生活になっていくみたいです。なので今までは1週間に1回とか病院に行ってたんですけど、とりあえず次は3週間後に行って、その後も1ヶ月に1回とかなので、病院に行く頻度っていうのは下がります。結構この毎週の通院っていうのも大変だったので、ちょっと楽になるかなという感じです。装具をいつまでつけるかとかは先生との相談になるので、まだはっきりしてないんですけど、3歳とか4歳ぐらいまでつける子もいるような感じでした。やっぱり装具をつけないで生活していると、元に戻ってきちゃうことがあるみたいなので、そういう風な対応をするみたいです。この装具についても全然私たち知らなかったんですけど、装具屋さんみたいなところの方にお話を聞くと、なんか色とか選べるみたいです。はい。なんかパーツが3つぐらいあるんですけど、それぞれ色を選べるので、カスタマイズできるというか、好きな色にすることができます。その手術の時に、キーちゃんの足型を取って、それに合わせた装具を作るので、完全にフルオーダーメイドのものになるので、そうやって色とかも選べるみたいです。装具屋さんの話では、やっぱりこの石膏のギブスって結構濡れたりしちゃいけないので気を使う部分が多いから、装具になった方が生活はかなり楽になると思いますよということを言ってもらいました。なのであと3週間か。ギプス頑張ってもらって、その後は装具をつけて生活します。はい。とりあえず手術が終わったので、僕たちも一安心してます。やっぱり全身麻酔の手術で、まだ生後2ヶ月の赤ちゃんなので、やっぱり手術の時はすごい心配やったし、とりあえずそれが終わってほっとしております。このキーちゃんが行ったギプス治療して、手術して、でまたギプス巻いて、その後装具するっていうのは、一般的な内反則の治療の流れみたいです。なので多くの人がこういう経過を取るんじゃないかなと思います。
私たちも妊娠中にこの内反則の疑いがあると言われたんですけど、ギプス治療をするよということぐらいしか情報として知らなかったので、週に1回そうやって巻き直しが必要だったりとか、手術の必要があるかもしれないっていうのは知らなかったので、どなたかの参考になればいいなと思います。ただ本当に人によって治療内容とか変わってくると思うので、あくまでも一例として参考にしていただければと思います。普段ギプス巻いてるんですけど、やっぱりお風呂の時が割と大変やし、ちょっと困ります。まだ冬なので、1週間に1回のお風呂でもなんとかなってたんですけど、夏とかやと汗をかくから、ちょっともしかしたら失神できたりとかな、そういう可能性もあるし、生まれたばっかの赤ちゃんとかやと、理由もなく、黄昏抱きとか、そういうのもあると思うんですけど、そういう時にお風呂入ったら気分転換できるとかあると思うんですけど、そういうのもキーちゃんはできなかったので、なかなかゆうちゃんに比べてぐずった時に、そのままぐずりっぱなしっていうことも多かったので、ちょっとかわいそうだったかなと思います。基本的に体を拭いてあげてたんですけど、大人であれば、例えば骨折とかでギプス巻いても、袋とかカバーをつけてシャワー浴びたりできると思うんですけど、やっぱり赤ちゃんなので、それができない。で、体拭くだけだと、どうしても汚れっていうのは取りきれない部分があるので、僕たちの場合は2人でお世話してたので、台所で顔と頭だけ石鹸で洗ってあげたりとか、そういうことはできました。で、今からも3週間ギプスを巻き続けるので、お風呂っていうのは入れないんで、今どうしてるかっていうと、お風呂場で子供を置くことができるバスマットみたいなのに、キーちゃんを置いて、そこで足に袋を巻いて水が入らないようにして、簡単に体を洗ってあげてます。がっつりお風呂には入れないんですけど、拭くよりかは綺麗になるかなっていうので、頭と体はそれで洗うようにしてます。ただ普通にお風呂入るよりはやっぱり手間がかかるし、今僕たちは2人でやってるんで、1人がそれやって、もう1人が外で受けてっていうのはできるんですけど、これ例えば1人でやるってなると、お風呂に入れてあげるよりちょっと大変なのかなと思います。ギプス濡れないように気を使わないといけないんで、ちょっと大変な作業かなと思います。キーちゃん本人も手術したりとか大変な部分あったと思うんですけど、元気にやってるし、なんやったらこのギプスつけてる左足を振り上げて振り下ろすみたいなこともやってるんで、はい。痛みとかは感じてなさそうやな。そうやな。手術の前から普通に不機嫌の日とかはあったし、かかと落としみたいな、だって足をブンブン振り回したりはしてるので、問題はないのかなと思ってます。内肺塞の治療に関しては、とりあえず次のステップはまた装具ができるところなので、また装具での生活とかが始まったらちょっと紹介しようかなと思います。ほんまに初めての手術で、どっちかっていうと、キーちゃんは何も分かってないから、ほんまに親の私たちが緊張するというか、心配なことが多かったんですけど、今後も内反則だけじゃなくて、キーちゃんは手術が必要になることもあるかもしれないので、またちょっと頑張ってもらわないといけないなと思ってます。ほんま今は何も分からないけど、ちょっと大きくなってきたら物心とかついたらまた大変なことも変わっていくと思うので、その時は親として全力でサポートしたいなと思います。はい。ということで今回はキーちゃんの内反則の治療についてお話しさせていただきました。人によって治療内容っていうのは変わってくると思うんですけど、キーちゃんの場合を紹介させていただきました。どなたかの参考になれば幸いです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。喜んでる？笑ってん頑張れー。やってない。谢谢。